Hello。 昨日ね、セブンカラーズっていう野号でやってるまゆちゃんっていうね先生術師の友達がいるんですけど、そこで大昔ねまゆちゃんとこで作ったホロストーンブレスレットっていうのがあって、それのね石のねアップデートをしてきました。なんかホロスコープ鑑定してその自分の星の配置に合わせた、パワーストーンをこう選んで作ったんですけどね、結構2019年とかに最初に制作したので結構前なんですけど、その石もそうだし、そのゴムがねこう劣化していくじゃないですか。でそろそろゆるゆるになってきてやばかったので、ブチってなる前にと思ってまいちゃんとこに行ってゴムの交換と、あとちょっとアップデートした方が良さそうな石を3つぐらいこう交換して選手交代した石があって、今それ見ながら喋ってるんですけど、コスモオーラとアメジストとラブラドライトを入れました。なんかまゆちゃん曰くめっちゃ宇宙らしいですもうコスモーラとかがこう宇宙意識とつながるみたいな石だったりとかするし、ラブラドライトもめちゃくちゃスピリチュアルな石なので、アメジストは統合とかね、なのでだいぶ宇宙してきたねみたいな感じで、だいぶシフトアップしたエネルギー感じてるんですけど、なんかラブラドライトは単体でネックレスでも作ってもらったことがあって、結構ずっと気に入って着用してるんですけど、なんか不思議とねチェーンもめちゃめちゃ劣化するわけでもなく、めっちゃ相性いいなって感じなんですよ。だから見てるとなんかこうキラキラ加減がすごい癒されるし、いいなと思ってつけてるんですけど、いや昨日今日とね怒涛の、昨日今日どころじゃないな、一昨日3日前ぐらいに一旦でかい停滞があって、そっから昨日今日とその停滞してるけど流れは止まらないみたいなことで、結構この数日過ごしてるなと。前の自分だったらこの停滞を感じた時に全てを投げ捨ててしまう方が楽だったからそうしてた自分がいたんですけど、なんかこう今回はそうじゃないなっていう気がしていて、ずっと。でなんかこう人と喋ったりとかして、あとなんか友人ですね、タロット占いやってる友人がいて、その友人とも今日話したりとかして、いろいろこう彼女がその市中生命やってるので、すごいこうなんか学びがあって結構すっきりしてきたんであれなんですけど、なんかこう私って大きい、水の流れを持ってるらしくて、要は大河みたいなものらしいんですよ。でそこになんかこう停滞と感じるものがこうドンと来た時に、それは停滞したっていうその絶望する必要は全然なくて、その停滞のものが、自分の学びになるということらしいんですよね。で停滞のそのものがやってきたとしても水はずっと流れてますから、私のこのエネルギーは止まることなく流れていくよっていうので、だから大丈夫だよみたいなことでお話をしてもらったんですけど、なんかすごいわかるなと思って、最近自分が思うなんとなくのテーマが循環とか還元とかですね。多分こうやって YouTube で日々思うこととか気づいたことをシェアするのもそうなんですけど、循環させていく、還元、もらったものを還元していくみたいなことなんだろうなと思うんですよ。ちょっと前の自分だったらなんかこう人にギブすることとか、なんかこうそういうことが発生した時にこうそれこそなんかネガティブサイドから捉えて搾取されてるとか、なんかそういう風に被害者意識があったなと思うんですけど、なんか今の自分はそういうことじゃなくて、
今の自分でさえ誰かからもらったものなんですよね。なんかこう、じゃあ英語を喋れるってなった時に英語を教えてくれたの誰だって英会話スクールの先生がいて、ペンパルになってくれて手紙交換してくれた友達がいてとかあるじゃないですか。私なんか今みたいにスピリチュアルな話とか哲学の話とかできるようになったのはやっぱ本があったり、いろんな YouTuber さんを参考にしたりとかしたからだし、ゼロからなんかこう湧き出てるわけじゃなくて、誰かからもらったものなんですよね。誰かからいただいたギフトをこう自分はこう循環させていく、還元していくみたいな。もう大河となってそれをずっとこう流し続けるみたいな。だから自分の源泉が枯れることって多分なくて、なんかそれをなんとなく分かってたのはくじ運っていうところですね。なんか私昔からくじ運すごい良くて、キャンペーン当選したこととかもそうなんですけど、なんかね、うっすら覚えてるのが、私多分小学生の時とかに駄菓子屋さんで買った10円ガムで、10円ガムって昔のやつって当たりくじついてるじゃないですか。あれでなんか3回どころじゃなかったんですよ。なんか4回ぐらい連続で当たり引いたことがあって、連続でですよ。1回ガム開けて当たりが出て、でその当たりくじ持って駄菓子屋さん行って、でただでまたその10円ガム新しいのもらうじゃないですか。でまた当たりが出て、それなんか4回ぐらい繰り返した記憶があるんですよ。なんかそういう記憶があるから、なんか自分ってそもそもついてる人間だなっていう自覚がなんとなくずっとあったんですよね。だから結構こうガラガラポンみたいな、ああいう抽選くじみたいなやつも結構こう当ててたし、毎回じゃないけどね、もちろん人間だから。あとなんかこう誰かのなんかこう抽選とかもうなんか代わりにエントリーとかすると結構当ててたし、一番でかいのだとそのニュージーランドのキャンペーンですよねに当選して旅行も行ったし、なんか結構そういう意味でくじ運すごい強くて、でなんか人のためにそういう運とか使って一生分の運使わないの大丈夫みたいな聞かれたことがあったんですけど、周りから、いや私そういうの減らないっていうマインドセットしてるからなくならないんですよみたいなその時なんか冗談でっていうか、そういうテンションで返したことがあったんですけど、なんか結構これ本当だなと思ってて、なんかそういう人間なんですよね私。だから自分が大河だっていうその市中生命から見ると、私が大河のような人間だっていうのがなんとなく言ってることが分かる気がして、枯れることがないしなくなることがないから、どんどんこうなんか搾取されるとか、そういう被害者意識で物事を捉えるんじゃなくて、どんどん流していく、出し惜しみしないで流していく、出していく、提供していく、循環させていく、還元していくみたいなことを多分思いっきりやればいいんだろうなっていうふうにすごい気づいたんですよ。それが何につながるかとかはたどり着いてみないと分かんないんで、なんか来年のね今頃とか多分全然違う自分になってるだろうし、どうなるのかなっていう楽しみでもあるし、なんかこうやってね、なんかホロストーンブレスレットの石をこうアップデートしてみて思うのは、こう石とのコミュニケーションがもうちょっとこう取れていくと、仲良くなっていけるとなんか面白そうだなっていうのも思ったし、ほんとなんか眺めてるとね、なんか面白いですね。自分でチューニングもしたんですけど、クリスタルチューンでね、めちゃめちゃいい感じにキラッとこうお返事してくれた感じもしたし、なんかいいのかなっていう感じがします。なんか循環ね、そうですね、回していく、お金もエネルギーだしね、循環させてますもんね実際で。なんかその本来の自分でいたいなみたいなのをここ数日すごい思っていて、やっぱりそれが一番できてるのってこの YouTube チャンネルだなっていうふうに思ったので、これからもなんか思いついたことをポツポツと話していければいいかなと思っていて、やっと黒丸さんの超科学完全版引き寄せの法則読み終わりましてね、めちゃくちゃ面白かったです。全部は覚えきれてないけれど、私は結構こう紙に書くとかっていうその形にしたワークみたいなのあんま得意じゃなくて、全部今まで結構脳内で済ませてしまうことが多かったんですけど、とりあえず直感で今
待ち受け画面を変えました。なんか地元っていうか、私が住んでる場所からほど近くもないか、車をこうわーっとこう運転していくとすごい綺麗な湖があったりとかするんですけど、なんかそこの湖の存在を思い出したので、直感でなんか広い画像ですよ、なんかネットで探してすぐ行くのちょっと難しいので、とりあえずそこからなんかエネルギーもらった方が良さそうだなと思って、その観光地の景色をねちょっと待ち受け画面に設定してみたんですけど、なんかそういう一つ一つの直感とかを無視せずにちゃんと拾ってやってみて、それで何が起きるかみたいな、まあ何か一つのことでドーンと何かが起きるわけじゃないと思うので、何かこういろんなものがこう連なって成り立っていくと思うんですけども、なんか最近そういうのもすごいこう目に入ってくるようになったので、多分ラスが書き換わってんのかなってそれこそ思うんですけども、目に入ってくるものが変われば、まあその自分のその潜在意識が求めてるものに対しての反応が変わってきてるってことなので、まあなんかそういう細々したものを拾いながらこれからもやっていきたいなと思ってます。とりあえず今日8月の17ですよね。なんか多分月末ぐらいにはまたちょっと今とは違うでしょうから、なんかまたいろんなことをシェアしていきたいなと思っています。ということで、あんま今日ねそんな大したあれですけど、いつもそんな大したこと話してないけど、自分の中では循環がテーマですっていう経過報告でした。ではではまた。Until next time. Bye.